チェンバーボーン。ランドマークの噴水周りの再開発で食料管理を見直してお気に入りだった集合住宅も移設した我らがビーバー。やっはー、食料の備蓄は万全だ。今回は頑張って緑地化整備を進めてくぞー。でただいま5日のお水期早朝。おのおのの職場へダッシュで出勤する愛らしいビーバー。さて今回はどこってめっちゃお水で撮るやないかーい。開始早々やらかし判明。下水道つなげたつもりなのになぜこんなずさんな設計に。下水に流すどころか穴すら開いてねえ。気になって貯水湖側の水門もチェックしたけどこっちは OK。無難に稼働しております。と見せかけて下水への水路が封印されてたのず。ご安心ください。すでに逆流防止用のバルブは完成済みであります。何の被害もなく問題を解決。さてやらかしちゃった水源はとりあえず排水だね。これで上部は乾くけど、下流は一体どうなることやら。お前、暇そうやなー。ビーバーたちが暇してる、何かお仕事を与えねば。てなわけで今回はここら一帯を緑地化するため、この水源を揚水して貯水する人造湖を作るぞー。ビーバーが作るから人造湖じゃなくてビーバー湖だな。細かいことはいいんだよ。まず手始めに周辺に張り巡らされたシャフトを整理しましょ。初期に地熱エンジン用に作ったシャフトは、コスト重視で作ってたからかなりぐちゃぐちゃだぜ。今じゃ地熱エンジンなくても余裕だし裕福な世界になったもんだね。だな。さあ暇を持て余していた大工さんよ。この世界を緑で埋め尽くすためにキリキリ働けー。超巨大な貯水湖が満水で今も水が流れてるのに、さらに貯水湖を作る無駄公共事業の始まりだぜ。では人造湖の水源となる湧き水を、汚水器に汚染されないように下水道を作るための穴を掘るぞー。並行してトンネルをがっつり掘って周囲を崩落させて広範囲を更地にします。今のままだと緑化できる範囲がいまいちわからないので、全部ぶっ飛ばしちまえの強引な工法。こんな感じでおなしゃーす。トリプルダイナマイト一撃で破壊できるところと壊せないところはトンネルでの崩落作戦。貯水湖の壁となる部分は後から天然っぽい感じで作る予定。左下に出てるものが選択されていませんの文字が鬱陶しかったので適当にパンチカードを選択。まあなんか保管場所足りなくなったらそん時また設定し直しゃいいやの適当精神。はっはー、それでは下水工事を開始するぞー。こっから汚水を排水だぜ。でマップ外に捨てられるようにマーキングっと。一応下水で水車回すかもしれないので、5×4 の水路幅で計画された。こんな感じでおなしゃーす。これはそこそこの大規模工事になりそうだな。さあがっつり大地を吹き飛ばせー。平坦化が終わった暁にはまた埋めさせる名誉やろう。掘ってからまた埋めさせる、刑罰の類じゃねえか。それでは手始めに建設会社前をハッパー。崩落させるためのトンネルへのアクセスルートも確保された。このペースなら数日で平坦化完了しそうだ。汚染でやらかして排水したけどマップ外に排出してない状況なので汚水溜まりが。結局汚水ポンプで除染作業することになった。お前、暇そうやなー。作業指示たくさん出してるのにビーバーお座りモード。建設作業のための道敷いてなかっただけだったわ。掘ってくうちに到達できない距離になることもしばし。さてお暇なビーバーにお仕事をあげよう。トンネル掘りに使った瓦礫の撤去だ。3日程度でそれなりに平坦化進んできたな。さあ町をさらに良いものにせんと志す我が同志よ。町のために勤労に励むのだ。お座り待機は許さんぞ。だが仕事早すぎで一瞬で終わった。いけー、一気に葉っぱで大崩落じゃー。さあ側面が切り離されて綺麗に崩落するかな？平坦化成功。これでなんとなく緑地化範囲が見えてきたよ。いのー、ちのみず階段崩してビーバーの侵入遮断、汚水器終わって微妙に汚水まみれになっちまったぜ。ここは希釈されて平気になったら再開ね。やらかした汚染現場は知らぬ間に除染されてました。結構汚れてるように見えたけど意外と平気だったな。崩落解体現場の進捗はこんな感じ。さすがに工事期間5日じゃ全てをやりきることはできなかったな。まあすぐ終わるっしょ。暇ビーバーたちの隙間バイトでちょろっと整地。細かい修正入りまーす。そして夜な夜な作業進捗を確認してると。ああ、いわゆるやっても歌でございます。また花火の存在を忘れてた悲しいビーバーのはい、終電終わったんでジップライン見直ししまーす。昼間にやるとビーバー玉にはまるんだわ。で終着駅は元汚水川へと繋がる汚水ドレーン前。普段は隠れてるけどここトンネルあるんだよな。このトンネルを埋めれば貯水池として使えそうだし、暇つぶしも兼ねて埋め立てることにしました。適当だな。
そして地味に時間がかかった崩落用のトンネル掘りが完了。コツコツ作業、お疲れ様でした。さあ崩落させるために足場を崩すぞー。はっぱー、土砂の接続を切り離して崩落成功だー。だがカメラアングルが微妙だった。糸かなし。はいみんな、ちゃっちゃと片付けて。ビーバー、ずらー。素晴らしい。汚水期明け4日目で貯水湖の水がいっぱい。それなのにさらに人造湖作る水に貪欲なのがうちのレイムさんだ。職場の空きが57匹分も、鉱山スクラップほぼ在庫いっぱいでしょあんたら重用だよ。こうして鉱山も在庫数での自動化が導入された。やや暇ビーバーありけり。早く逃げろ、強制労働させられるぞ。てなわけで緑地化してない場所を適当に測量。でこんな感じでちょろっと整地します。上から下は広く緑化できるけど下から上の段差は範囲が狭まるんだよな。やっぱり平坦化してから緑化するのが楽だぜ。こら働かんかー。あの程度の仕事量じゃまだ暇ビーバーが出ちまうぜ。では追加工事をなしゃーす。吹き飛ばしたり埋めたりでもう元の原型とどめてねえな。精錬所、お前らも暇そうやなー。倉庫いっぱいまで頑張って作ったのにイチャモンつけられるビーバー。てなわけで金属ブロックも自動化導入。便利だけど地味にめんどくさい設定完了。下水工事進捗悪いじゃないか。おいダイナマイトに使う生成物が切れてるぞ。これはしたり。翌日適当に遠心分離機を追加。生産力は上がるけど在庫がゼロになっちまったから、こっからは少し作業に遅れが出ちまいそうだ。周囲確認よーし、はっぱー。段差が解消されて緑地化エリアが拡大。たった1日で景観がだいぶ変わったぜ。こっちも続いてはっぱー。下流の水位が低くて地と緑地化してないがそのうち満水になるかな？元汚水の流れてた天然の地下水路、完全に埋めるつもりだったけど、エアロックで封鎖すりゃいいじゃんと気づいたのず。エアロックで地下水路封鎖は意外と便利な技かもしれんな。他のマップでも地下水路って結構あるから応用次第で活躍しそうだね。だな。またサボっとるビーバーがおるな。レイムにロックオンされた。またこき使われる時間の始まりだぜ。平坦化が進んだおかげで緑化範囲も大体把握できた。ここらで一気に人造湖の建設に取り掛かるぞおー。今回はやや天然っぽい感じの造形にこだわってみました。天然の地下トンネルと繋がってた汚水ドレーンのある穴も、人造湖に組み込んだ形になってるぜ。なお小型ポンプで揚水する予定、満水になるかだけが心配だね。できるか微妙。さあ楽しいお仕事の時間だよ。土砂を担いで巨大な湖を作るのだビーバーたちが動き出して作業現場が活気で溢れ返った。結果土砂の在庫が一気に減った。つかなんで土砂採掘機止まってんだよ。前回立て直した時に一旦手動で止めて忘れておった。安定のやらかしあんなにたくさん仕事用意したのに貴様まだサボるというのか。こらビーバー連出すな。こりゃあれだな、足場がなくて作れない系だ。ああ、ガタガタな地形にしたから足場作るの面倒なやつだ。面倒いんで階段だけでなんとかなりません？超適当な足場でごまかそうとする親方。建設に最適な足場でないことは分かってるんだけど、地形ブロックの方向とか考えるのめんどくて。手抜き工事入りまーす。作業のルート確保もできて水も通さないエアロックも一部に採用。ほんとこれマジ便利なアイテムだな。ほぼ意味ないけど近所の風車も綺麗に修正。てかこっち側の人造湖の壁がないので、その1決めの前の最終調整である。思いのほか大変な設計で MP が切れそう。大まかな湖の形が設計できた。夜中にこっそり足場を構築。夜中にやらなくてもいいことなのにやっちまう。脳がドロドロに溶けてるビーバー脳。そしてしばらくして正気に戻り、これ少し橋使えば作業楽になるじゃんと気づいた。ビーバーが複数箇所同時に作業できるかが作業効率化の肝。橋があるだけで手前以外の奥も同時に作業ができるぜ。このままだと絵面が地味な土木工事だけで終わっちゃう。そうだ、今回の締めは連続花火で盛大に盛り上げよう。一つずつ地道に花火ランチャーの設定を変更した。そしてその結果。何事？予期せぬ花火の発射。やっはー、やらかし花火大会だー。ちょっと、動画の締めにと用意してたのに。失敗からの花火大会だけどこれは綺麗だ。当チャンネルの基本方針から外れるけど思わずロードして別角度からも撮影。立体農場の水生農家さん前からお送りいたしました。適当設定の割に綺麗だったね。だな。暴発の原因はリセットのタイミングが汚水期もしくは換気に設定してあるから、温暖な間ずっと花火もオンだったからみたい。
いまいちタイマーの使い方は慣れないぜ。そして翌朝。ああ、また暴発してる。昨夜前段打ち尽くしたのを運搬員が再投入して、そのまま打ち上げられてそう。しまった、前段打ち尽くしたから次の災害終わるまでもう発射されないと思い込んでたよ。撃ち方やめ連続発射の設定も解除だ。我々には連続花火の設定はまだ早すぎたようだ。撃つのやめてください。今回のやらかし花火大会でおおよそ1000発くらいの花火の在庫がどっかに行った。これを学びにいつかもっとすごいのあげたいね。だな。で花火でてんやわんやしてる間も、人造湖の固定の調整工事も進んでおりました。生成物不足でシングルダイナマイトの設置となっております。うらー、これが現場の花火大会じゃー。工事現場で駅り散らかすやらかし花火師。細けいことはいいんだよ。人造湖で貯水した水を河口に繋がる川に流せるように貯水バルブを設置。一番下だけ貯水バルブにすればいいのに、見た目にこだわり2段にするこれがうちのレイムさんだ。ビーバーがいない夜中にハッパー。天然地形が削られすぎてもう完全に原型とどめてねえぜ。お、次は寒気が来るってよ。よし当分汚水が出る心配がなくなった。今のうちに湧き水を汲み上げるシステムの建設をするぞー。今回は湧き水部分を密閉してきれいな水だけ汲み出して、汚水は下水に流すシステムを構築します。完全密閉だと水圧で湧き水が止まっちまうぜ。まずは密閉する部分だけ建設して後から小型汲み上げポンプを追加する予定。さいですか。こんな感じでおなしゃーす。自動化設定次第では貯水バルブよりも小型汲み上げポンプのみで構成した方がコスパ良さそう。ミスりそうだからやだ。へたれ。地道に掘り下げハッパー。今崩れた部分のレベルまで人造湖を水で満たす予定。かなり広くなったから溜まる河内と未知数だぜ。生成物の生産も稼働に乗りやっと下水道の爆薬の設置が完了。地道な作業お疲れ様でした。ハッパー、これで下水道がほぼ完成だー。壁一枚残しているのは湧き水のダダ漏れ防止用だがぶっちゃけほぼ意味はなかった。さて下水道の入り口は汚水混入を防ぐためにエアロックと。おいこの場所だと階段のところから水も汚水も出入り自由だぞ。なんてこった。てなわけでエアロック設置のため下りの階段の設置からやり直すことに。安定の無計画。やっちまった。やっちまったよ。土砂ブロックの矢印の向きがバラバラでめっちゃ作業しにくいダメな作業指示。てなわけで夜中にこっそり設計し直して足場も追加いたしました。夜中にやるなよミニキーだろ。舌打ちすな。下水への入り口はこんな感じになりそうろう。エアロック上に突出部をかぶせ防水フロアで浸水阻止。下水に水車を作るかはまだ決めてないけどこれで作る場合になってもルートは確保できるね。あれは歯車アホほど使うんだよな。寒気が来るぞー。今回の寒気は6日、寒気の間にギリ人造湖完成するかな？しれっと河口の貯水がほぼ満タン、もう人造湖作らなくてもいいと思う。緑地化のために作るんだからいいの。こらー、建設作業へ向かわんか、しばくぞ。こら愛らしいビーバーをつつくな。てなわけでビーバーも暇そうだし湧き水が水圧で止まらないように、小型汲み上げポンプのシステムを設計。汚水機に汚水の滲みが出ないように考慮した結果、汚水防壁を設置したり無駄にでかい感じになった。こんな感じでおなしゃーす。小型ポンプの数多すぎん。正直湧き水の流量がわからず適当につけた。おい。今回は作業しやすいように最初からちゃんと足場も設計したぞ。思う存分ハンマーをふるい建設するのだー。ビーバー、ずらー。終電終わったんでジップライン駅見直ししまーす。ジップラインが邪魔で人造湖の一部堤防が建設できねえんだわ。で空いてる場所を埋め。水漏れ確認、よーし。そして深夜に及ぶ設計作業が終わった。けど翌日完成間際にミスに気づいて撤去。ダメじゃねえか。いやーうっかり埋める場所にジップライン駅建てようとしてたよ。駅の再建築に時間がかかりそうだったのでこっそり塔でごまかすことにした。ここの階段はビーバーがハマると嫌なので、建設止めてたけど足場の建設が遅かったので強行して建設。上からの方が安全だけど、作業速度は下の方が速そうな構造。換気終了まであと4日、急ぎ納期までに完成させるのだー。さあビーバーたちはハマらず華麗に作業をこなせるのか？このダボ作が5匹捕獲。一部ぶっ壊せばなんとか脱出できるかな？湧き水の上は通れないのでダメです。もうこれ救助にトンネル掘らなきゃいかんじゃん。お前が速度重視して安全性を無視した結果だ。
こうしてレイムを断罪するため、ビーバーはアシュラビーバーへと進化を遂げたのであった。怖いよ。おや？アシュラビーバーの様子が、さらに進化しただと？アシュラビーバーの腕周りに謎の輪っかが、多分水属性の攻撃とか使ってくるぞ。って運搬員になっただけじゃん。脱出用のトンネルが開いたんだよ。しかし一匹脱出前にまたはめられた。どんくさいやつめ、救助が来るまでしばらく座ってなさい。手前の2匹救助完了、残り1匹。夕方になりやっと救助完了。ここははまらないように注意して再建しなきゃ。だな。エアロック工事が終わったようなので、下水道の最後の壁の掘削を開始。ちゃんと完成したのか？構造はミスってなさそうだけどなんか水位が同じなんよ。こりゃ換気明けに再確認が必要そうだ。人造湖の工事は後は仕上げだけになったので、汚水ドレーンのところの貯水槽をちょろっと整備。細かい修正入りまーす。小型組み上げポンプ設置、お疲れ様でしたこれで水圧がかからず無尽蔵に組み出せる水源として今後は使えるはずだぜ。見た目を整えるための仕上げ工事、はまらないように奥から一個ずつ埋め立ててね。細かい指示で安全確保。できると思ったか、このビーバー脳が。あんたらって子は、本当にもう。こりゃ上から土ぶっかけて無理やり助けるしかねえな。急いで階段で上に登れるようにして即日救助成功。なお救助が終わるまでは家には帰らせないとビーバーたちはしれっと脅迫されていました。定時前に終わってよかったね。サイコパス。色血の水。最後までトラブったが人造湖、完成だぜ。それでは小型組み上げポンプの動作状況を確認しましょ。水は出てるがポンプは動いたり止まったり、明らかに過剰なスペックだった模様。もっとコンパクトにまとめりゃよかった。まあ過剰な分にはいいか。適当だな。では人造湖完成を祝いまして、ハッパー。あとはこれが満水になった時、ちゃんと緑地化できてるかチェックするだけだな。ではマップ全体の緑地化のための人造湖の貯水が始まったところで貯水を待ちつつ今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録ハイプグッドボタン、よろしくお願いいたします。元気の源です。がっつり山を吹き飛ばし新たに壁を作り、巨大な人造湖をビーバーたちに建設させたレイム。しかし水源は湧き水一つ、果たしてこの人造湖は満水になるのか？結果が気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。